松田さんおはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、まずは、この前からキンギアナムとか響きとか紹介ネットの方で販売の紹介したんですけども、もうたくさん買っていただいてありがとうございます。もうちょっと限定がですね10個しかなかったんで、もう早いもの勝ちと言ったら即注文していただいてありがとうございます。はい、本当に今ちょっと本格的に咲くのは夏なんですけれども、今おまけ咲きということで結構いい株をお送りしました。本当にありがとうございました。はい、肥料はですね、4月からやってください。はい、本当にたくさんのご購入ありがとうございました。キンギアナムも響きもちょうどいい状態の時を紹介していきたいと思いますので、またよろしくお願いします。本当にご購入ありがとうございました。はい、2つも買ってもらった方おりますので、はい、ありがとうございました。松田さん、はい、いつもと帽子が違うんですけど今日も朝早くからですねちょっと来たもんで帽子忘れました。ここはですねお店と違ってちょっと違うところにある農場なんで、はい、友達が作ってくれた手作りの編み物です。はい、帽子、冬はこんな感じはい、さあ今日は今日はですね、癒し工房苔玉のバックヤード、生産農場をちょっと紹介していきたいと思うんですよね。ここで、いろんな品種を今育てております。ここはですね、最低温度が10度以上のハウスで育てているんで、冬もある程度こう育ってくれるというところで今作っております。ここに入れておくとですね結構安心なんで、はい、ここで徐々に春を待っております。それを今日はですね紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、この農場は今こんな感じでいろんなやつを養成しているところなんですよ。これが親株というか見本というか、こういうのがですね少し花が咲いてきたり、今どういう感じになっているかっていうのをちょっと紹介してみたいと思いますね。花が咲いているっていうところではこれが石黒の赤花ですよね。ちょっと山野草の交換会で見つけて赤花ということで、ちょっと親木にしようと思って仕入れたところでした。赤花結構濃いですよね。でこれはちょっと丈夫そうなんで、親木として増やして、ちょっと作り込んで大株を作ってですねかっこいいやつを作ろうかなと思っています。今親株で何株か増えているんで、それを 2,3 年かけて作り上げていこうかなというやつですね。赤花石黒じゃないかな。でも石黒にしてはちょっと赤のちょっと特徴のいいやつじゃないかなと思うんですよね。石黒って白じゃないんですか。石黒って基本的に白やけどピンクとかそういうのも出てくるんですよね。はい、でも赤花もライザンとかいうのが結構有名なんですけどね。ライザンはもうちょっと短いんですけど、これはちょっと長くなってるんでライザンとは違うと思うんですよね。でもなんか面白いかなと思って赤の濃いやつ、赤が結構人気あるんでこれをちょっと作り込んで、板漬けとか流木漬けとかそういう形でちょっと大株にして、かっこいいやつを作ろうかなと思っています。今増やしてる最中ですね。松田さん、石黒って自生種じゃないですか。自生種ですよ。ですから結構強いと思うんですよ。でそれと他のやつがかかってるかかかってないか、デンドルがかかってるかどうかちょっとわからないですよね。だからちょっと様子見ないとわからないんですけど、この細さとか花の大きさとかそういうのを見ると石黒じゃないかと思うんですよね。で結構長くなる石黒もあるみたいなんで、うちのお客さんは四季咲き製のやつもあるよっていうことなんで、その親木もちょっともらったんですよね。でそれも石黒の四季咲きなんですよ。うち結構咲いてるよって言って、もう親木持ってきてやるわって言って、はい、優しい方もおられるんですよね。これを増やしないのでもらいました。はい、それも親木として作っています。花も大体これと同じような花でしたね。はい、それも楽しみで、でもそれも実験っていうか増やすのに結構時間かかるんで、はい、2、3年かけてちょっと作り込もうかなと思っているところですね。お客さんがですね結構親切なお客さん多くてうちで増やしたからあげますっていう方もおられてですね、はい、四国の結構綺麗な花とかグリーン系の花とかもうそういうの家で増やしてるからあげるよっていうことを言ってもらいましたんで、はい、そういうのも今増やしています。結構だから親木がですね面白い親木が結構集めてます、それをこの農場で今増やしているというところですね。はい、この農場がですね最低温度が10度に設定してあるんで、ある程度冬もある程度の育ってくれるんですよね。
でこれもですねガーデンデンドロビウム赤花、こういうのも親木として今年はですね花の色を選別しているところですね。これも親木として使おうかなというところでこういった赤花系が出てきたんで、これも増やしていきたいと思っております。はい、これもガーデンデンドロビウム石黒と洋蘭を掛け合わせたやつの品種ですね。まだ名前がついていないんですけれども、はい、これも将来的に結構色も鮮やかなんで、将来的に名前つけて出そうかなというところで考えています。はい、これがネオルージュという品種ですね。これも中国雲南省の産のヘルコグロッサムという品種の改良種みたいですね。はい、こっちがネオルージュのクリアというやつ、白系ですね。でこっちがネオルージュのルージュ、ネオルージュって言って赤花系統、これも去年導入したんで、これも今育っています。花つきもいいんでいいのかなと思っています。はい、これ節々に結構花がつきましたからね。ヘルコグロッサムの掛け合わせたやつですね。で、これがですねやはりヘルコグロッサムが掛け合わせてあるやつですね。去年これは神戸やったかな、神戸の蘭店かなんかで見つけてきたやつですね。アイシスという名前がついていました。アイシス、これも赤花系だったですね。これも丈夫そうなんで、将来的にはちょっと作り込んで大株を作って、出していきたいなと思っているところですね。アイシス、ヘルコグロッサム、結構ヘルコグロッサムがかかっているのが多いですね。はい、中国雲南省ですから結構寒いところみたいなんで、寒さにも強いんじゃないかということで今導入しています。はい、去年導入したやつですね。はい、これを 2,3 年作り込んでかっこよく仕上げていきたいと思います。これがですね、去年一昨年ぐらいにバルブ伏せして作った苗から作ったやつ3年ぐらいかかってますね。はい、苔を敷いた上にバルブをただ乗せただけです。それに高めがついたんでそれを作ったやつですから、もう3年目ぐらいになりますね。でやっとこれぐらいになってきて、花が少しずつついてきたっていう形ですね。本当に小さい苗だったんですよ。本当にこんな小さいのが1本出てるような感じ、それから育てているんで、はい、時間かかるけどグリーンアイという品種で、これもですね石黒とデンドロビウム掛け合わせたやつで結構昔からある品種なんですけど、すごく作りやすくて丈夫で、白花でちょうどリップあたりがグリーンなんで、グリーンアイという形で呼ばれていますね。すごく丈夫なんで、これは結構流通していたんですけど近頃はあんまり出回っていないんで、はい、これもちょっと増やしていきたいと思っています。これもですね結構丈夫なんで、流木漬けとか板漬けとかちょっと大株にしてかっこよく作り上げて、世に出していきたいなと思っています。これがですねここで育っているフィズです。フィズ、この前も紹介していたんですけど、ちょっと白系にちょっと覆輪がかかっているようなかっこいいやつですねが、このハウスではもう芽がこれぐらい太ってきたんで、はい、それも3本立って結構花がいっぱい咲きそうですね。咲きそうです。はい、こんなのもここで育っています。はい、これも山本デンドロビウムさんが作り上げたやつじゃないかと思っていますね。去年結構たくさん入れたんで、これも今年花を咲かせて出したいなと思っています。はい、花がもうちょうど今ですね、この花芽が膨らんでくるのが面白いと私は感じているんで、なかなかこういう状態のやつはないんで、ネットの方で、ホームページの方から販売しておりますんで、クルカラ村さんの販売所の方を、インターネットの方で見てもらうと販売しております。はい、今回2つセットです。販売しておりますので、そこもチェックしてみてください。それとキンギアナム、この前も販売所の方で紹介したんですけど、もうこうやって、花が立ち上がってきております。はい、
もうみるみる太ってるっていう状態ですね。1週間前こんななってなかったんですけど、どんどん毎日伸びてるような感じです。この成長が面白いんですよね。皆さんに味わってもらいたいと思っています。これもグルカラ村さんのホームページの方で販売しておりますので、ぜひチェックしてみてください。キンギアナムですね。もうこれは恋の雫って言って赤花ですね。結構普通のバルブから一つは一つか二つぐらいの花芽が出ておりますので、大体のバルブから出てきますね。で去年咲いたバルブからも出てきますんで、これは作りやすくて、育てやすい植物なんで、デンドロなんで、ぜひ、キンギアナム香りもいいんで、これもぜひ挑戦してみてください。こんなのもたくさん作っております、このハウスで。でこれが響きですね。響きのちょっと生産用の苗ですね。生産というか、これは苔玉にするためにちょっと小さい鉢に植えています。はい、本当は夏咲く花、このまま説明しますけど、夏咲く花なんですけど、ちょっとこういった花がもう冬にも咲いてくれたんで、ちょっと花立ちのいいやつを早めに苔玉にして、作り上げていこうかなと思っております。はい、こんなのがですね、ここにいっぱいこうあります。やっぱり10度以上あるハウスですから、ある程度こう順調に育っているんじゃないかと思っています。はい、今ですね、こんな状態なんです。普通はこんな状態です。はい、花があんまりないっていうやつですね。でも春になったらこの下のバルブからどんどん花が出てきますんで、本当はこんな感じですよ。はい、でもおまけだけで1輪咲いてるけど、1つ咲いてるけどですね。はい、今はこんな感じです。これがですね、5月6月になると花がびっちりついてくるんで、その時がピークなんで、またそれも徐々に紹介していきたいと思っております。はい、こんな感じでこう作っております。これがアフィラムの今苗作ってです。去年高芽を取ったやつをこういう形で作っております。だいたい3本ぐらい植えてるんですよね。はい、これ植えたのいつだったか9月ぐらいかな、8月か9月ぐらいにこう植えたやつですね。もう十分こんな感じで3本ぐらい経っておりますんで、これをですね、ポットじゃなくて今からちょっと流木漬けとかそういった形で板漬けとかそういうところで作り上げていきたいなと思っています。これがですね、完全に出来上がるのが1年2年後ぐらいになるかなと思っています。そこら辺もですね、徐々にこれがどういうふうになっていくかも紹介していきたいと思っておりますので、こんな感じですね。こういう感じで作ってます。基本的にベラボン植えでやっています。これはですね、先ほど見せた苗をですね、こういう形で流木漬けとかこんな感じでしたり、板漬けにしてこんな感じにしていきたいと思っております。でもこれはですね、直接去年高芽を、廃木で巻いただけの苗です。はい、こんな感じで今、たくさん作っておるんですけれども、こんな感じでどんどんこう作り上げていこうと思っています。でもこれが仕上がるのが 1,2 年かかるんで、そこ辺の時間はちょっとかかるけど、今年はこれから新しいバルブが出て根っこがどんどんこれに張っていって綺麗な形になっていくんじゃないかと思っています。はい、アフィラムの流木漬け、板漬け、これにこう 1,2 年育てて結構ボリュームが出たところで皆さんに紹介していきたいなと思っています。はい、早めにつけたやつ根っこが出ていてですね、そういったのも1人で5個ぐらい買われた方もおりますんで、ある程度これは将来的にかっこよくなるんで、いいのかなと思っています。で高めの有効利用としてはこういった形にもできますんで、はい、皆さんアフィラムの高芽がいっぱいついた親木を買っていただいた方もこういった形のやり方もありますんで、いいかなと思っております。この苗は私がですね、親木の高芽を直接こう廃木で巻いただけの商品ですね。はい、こんなやつが今年はきれいに根が張っていい商品が出来上がるんじゃないかと思っています。はい、アフィラムですね。これがですねマダムロイヤル、アフィラムの選抜種ですね。去年も花を紹介していたんですけれども、去年導入した苗がこれ
これ1本だったんですよね。今年は2本これ以上にきれいに新しいバルブが育ってくれて、こういう感じになりました。結構これは今年ですね、水も切ったんで花がいっぱい咲いてくれるんじゃないかなと思っています。こういう感じですね。でこのハウスはですね、結構日当たりがも良くて、すごく乾燥するんですよ。ですから今のところすぐ乾くんで、2、3日に1回は水をたっぷりやっています。そういった管理を今していますね。もう11月に乾かしたんで、今は乾かないように水をやっているというところですね。バルブにシワが寄ることがないように今気をつけて水をやっています。で焦げも1ヶ月は水やらなかったんですけど、なんとか回復してくれてるという状態かなと思ってますね。これがマダムロイヤルです。これもですね、クルカルマさんの方で何品か残っておりますんで、はい、そこもチェックしてみてください。はい、マダムロイヤル、ちょっとアフィラムの選抜ということで、ほとんど花はアフィラムに似てるんですけど、少し花がちょっと大きいかなというぐらいですね。はい、マダムロイヤル、はい、これがイエローソングキャンディー、黄色のやつですね。クリーム色で咲いて、最後は黄色、山吹色に染まるという黄色系のデンドロビウムです。基本的にこっちがですね、上を向けて自然な感じで下げたやつで、こっちが基本的に最初から下向けて作ったやつですね。試験的にどういうふうになるのか、今こういった形で2種類作っておりますけれども、はい、去年出たバルブからですね、もう花芽が来ております。こんな感じで花芽が来ていますんで、はい、これに咲いてくれると思います。下もこんな感じで出てますね。もうこれぐらいの花芽が膨らんできてるんで、これからちょっと成長早くなってくるんで、みるみる花芽が大きくなってくるというところも味わってもらいたいなと思っております。はい、苔玉乾きが早いんで、皆さん家で管理される時は乾いたら水あげるようにしてください。ここはたくさんあるんで頭からジャブジャブやってるんですけど、ちょっと長めに水やってたくさん、水がかかるようにしています。はい、こんな感じですね。はい、キャンディー、こういうのをたくさん今ここで養成しているところですね。これもキャンディーなんですけど、苔玉作りと板付け、こんな感じで2種類こんな感じのやつも作っています。はい、これもキャンディー、イエローソングキャンディーですね。これは1年作り込んで、板付けにするのか、流木付けするのか、もうちょっと大きな苔玉にするのか、ちょっと今検討中ですね。こんなのもたくさん今ありますんで、もちろん花が咲いた時にそれが販売できればそれが一番いいんですけど、こういう感じでも作っております。はい、イエローソングキャンディーですね。こんな感じで一応苔玉作りと、響きとかそういったやつもたくさん今作っています。でデンドロビウムも花色違ったやつをですね、今10種類ぐらい、普通のデンドロも10種類ぐらい作っておりますんで、ここで養生して、癒しこぼ苔玉でもう寒さがなくなる、3月ぐらいからもう店の方に持っていこうかなと思っています。はい、結構たくさんあります。はい、朝ですね、5時ぐらいから水やってますね。はい、4時半か5時ぐらいにここに来て、だいたい水やりが2時間ぐらいかかるんですかね。はい、それから釣り行ったりしてはい、また自分のヤシコブ苔玉に変えてまた作業するというような感じで今やっています。はい、今日が2月2日でしたっけ。はい、2月2日になりますけど、約あと1ヶ月ですね、2月いっぱいこういう形で頑張ってですね、水やってきれいに育てて3月から店の方に持って行って販売していきたいなと思っております。はい、もう来週になるんですけど、2月5日にはちょっと東京ドームに行って、また新しい品種があればちょっと探してこようかなと思っておりますので、
徐々にですねどんどん品種も増えて、量も増えて水やりも大変になるんですけども、まあ、一応頑張って、そうしていきたいと思っております。はい、こういうところでバックヤード生産農場として作っておりますんで、楽しみがいいかなと思っておりますんで、また綺麗なやつを皆さんに紹介していきたいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。